こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。般若心経、あげていろいろありがとうございます。驚いた方も多かったかもしれないですけど、いきなりやりたくなっちゃって作っちゃいました。たくさん見ていただけたら嬉しいです。変顔とか入れようと思ったんだけど、さすがに寒気がしたんですよね。それはちょっと変顔とかちょっとやめとこうと思って、やっぱり日にち的にもお盆の時ですから、やっぱりなんかたくさんの方たちにが結構必要としてる方がいるのかなと思って、動画上げてみました。よかったら聞いてみてください。で、今日は、ハイヤーセルフと、つながって、行くことがすごい大事だっていうことをお伝えしたいと思います。ハイヤーセルフって高次元の自分自身ですからね。私たちはいつもハイヤーセルフ、高次元の自分自身とつながっているんだけど、感覚がやっぱりよく分かんなかったり、あの使い方が分かんなかったりねすると思うんですね。そして、じゃあその高次元の自分自身とつながってると何がいいかっていうことなんですけど、やっぱりその今の自分じゃ考えられないような、やっぱり私たちって潜在的にものすごい力を持っているんですね。でハイヤーセルフっていうのは潜在意識そのものであると思うんですよ。よくほら氷山の一角みたいな感じで、私たちが使っている潜在意識はちょっとだけ使ってて、あとはすごいこう潜在能力を持っているとか言うじゃないですか。だからその潜在能力持ってるのは分かるけど使いたいじゃないですか。その潜在能力ね、使わないともったいないし、なんか持ってるって言われてもどうやって使うか全然分かんないっていう感じじゃないですか。でここを私たちはもうそのハイヤーセルフの力を使って生きる、本来の自分として生きるっていう時が来ていますので、本当にそのハイヤーセルフにつながった感覚で生きていくっていうのかな、それがすごい大事になってくると思います。で使うことによってやっぱり信じられないようなことが起きて、なんていうの、いいことがたくさん起きてきたり、自分自身がやっぱりこう自分がこういう人間だと思ってる人間以上のものがやっぱ宇宙人がだったりするからね、自分っていうのはものすごい能力を秘めていたり、無限の可能性を持っていますからね。そう無限の豊かさを持っている私たちは一人一人が本当に豊かな存在なんですね。だからそのハイヤーセルフの力を使って生きるっていうことがすごい大事だと思います。で、私自身だとすると、なんていうのかな、やっぱりハイヤーセルフの力を使うようになってっていうのかな。で力を使うっていうよりもね、高次元とつながるようになる。だからチャネリングをするようになると、だから自分のハイヤーセルフにチャネリングするようになったり、高次元の存在にチャネリングするようになると、もうおのずと自分のエネルギーが高次元になってくるんですよね。だんだん高次元になってくるから、自分がこうやっぱ宇宙的に生きていったりとか、なんて言うんだろう、本来の自分自身が出てきやすいっていう感じになるから、やっぱりその高次元ハイヤーセルフにつながっていく、チャネリングするっていうのは結構ポイントの一つかなと思います。でも難しそうな感じがすると思うから、もっと簡単なところで、どういうふうにしていけばいいかっていうところなんですけど、で、ちょうどね、なんでこの話をしようかと思ったかっていうと、穴口恵子さんいるじゃないですか。あとスピリチュアル界で有名な方ですけど、穴口さんに宇宙フェスやろうって声かけていただいて、宇宙フェスっていうのかな、イベントやるっていうふうに声かけていただいて、つながったんですよね、穴口さんと。でどういう方なのかなって私が思ってて、何回かやり取りをして直接お話ししたら、ものすごく宇宙人だったんですよね。びっくりしちゃって、なんかその地球的な現実的なところも成功されてる方だから、結構がっつり地球っぽい感じの意識なのかなと思ってたけど、やっぱ軽かったんですよ。ものすごく軽くて宇宙的で、そこでこう何がね大事かなっていう話をしてた時に、やっぱりハイヤーセルフにつながっていくこと
ハイヤーの力を使うことがすごい大事だっておっしゃってて、本当そこが私も思ってるし、ポイントとしてはそこなんだなっていう感じなんです。で、私自身がやっぱりこう今やってるのもやっぱりハイヤーセルフの力使ってるんですよ。だからね、大変じゃないんですね。健在意識の自分で何かやろうとすると大変なんだけど、ハイヤーの力を使うと楽なんですよ。だから楽だから、そんな穴口さんみたいなね、なんていうの、なかなか普通じゃつながれないような方とひょいっとつながれちゃったりするんですよね。だからそれに対して外側の世界に入っていると、なんかみたいな、何が起きてんだろうみたいなんだけど、内側の世界のその自分自身のなんていうのかな、平安を生きているから、やっぱりこういろんなことが起きてくる、ダイナミックなことが起きてくるなっていう感じだと思うんですね。で、じゃあ何をどうしていけばいいかっていうことなんですけど、まずチャネリング、自分自身のハイヤーセルフにつながっていくっていうことを、やっていったりとか、あとそのポイントとしてはやっぱり安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になるっていつも言ってると思うんですけど、これって波動を整えてるでしょ。で、自分を癒してることにもなって、あとハイヤーセルフになってる時なんですよ、自分が。安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無に、安心してる時ハイヤーセルフなんですよね。はーって安心してて、あ、これでいいんだみたいなこれハイヤーセルフです。あとは安心ほっとするもんね。はあ、コーヒー飲んで、はあ、ほっとした、ハイヤーセルフでしょ。リラックス、はあ、リラックスするな。さっきヤギいたな。ヤギの写真っていうかビデオ撮ろうとしたら、ブディアが、ワンちゃんが、あそこにブディアがすごい勢いで、ちょっと待って、牛が来てるよ。ちょっと待って、びっくりしちゃうかも、みんな。あそこに牛が草食べてる。こっちに来たらちょっと困るけど、見えますか？出れるかな、牛。お外に出れるか。一生懸命、もさもさ食べてますね。とにかくさっき、ヤギがいて、ヤギを、移そうとしたらブディアがすごい勢いで追っ払っちゃって、ちゃんと牛さんが出てくる。見てて、ちょっと面白いかもしれない。見えるかな。あれ出ないんだ。ブディア対牛の戦いじゃないか、共存共栄ですから、何でもなかったようにね、すいません。そういう安心ほっとする、リラックスだよね。だからヤギ見てぼーっとしてくださいで、ヤギちょうどいて、ヤギの大群が来てたから取ろうとしたら、ブディアが張り切って、牛を、なんだっけ、羊飼いの犬みたいに率先して、誰も頼んでないのに自分で頑張って羊飼いの犬みたいになってヤギ飼いの犬みたいになって、なんか追っ払っちゃって取れなかったんですけど、ヤギもそうですね。で、安心ほっとする、リラックスをヤギで、あと好きなことをやる。好きなことはだから今やりたいこととかやるって感じだって。さっきすっごい眠くて、もういろいろやろうかなとかね、やらなくちゃって思うことがあったりするんだけど、眠くて寝ちゃったりとか動画撮りたくなって、今これ好きなこと、動画撮りたくなったから好きなことやってるじゃない。だからこれもハイヤーセルフ、これハイヤーセルフやってますっていうことね。あと無になる、何にも考えないで風に当たって、はあみたいなこれはハイヤーセルフなんですよね。こういう風な時間を取るんですよね。で、なんかやっててもいいんだけど、とにかく無になってた、頭の中が無になってたり、無心になっているっていうのが大事だね。何かやってたとしても無心になってる。頭が動いてるってことは、ハイヤーかやっぱずれてるっていう、思考が強くなるから、ハイヤーかずれるっていう感じだと思うんですね。いい感じで雨降ってきたね。そう。それで、だからこういうふうに、やっぱり波動整えてる時がハイヤーセルフだっていう、自分がいつも、私たちはいつもハイヤーセルフそのものなんですよね。いつもハイヤーセルフそのものなのにずれてんですよ。高次元の私は一体どこにいるんだ、ハイヤーセルフは一体どこにいるんだみたいな感じじゃないですか。
実は私たちはなんかリラックスしてればハイヤーセルフそのものなんですよね。で、結構メッセージとかはインスピレーションでピャーンみたいな感じで来たりするんだけど、そうだけど、それ以外にもなんていうの、あの人に電話しようとか、この人に何とかしようとか、すごい雨降ってきたな。ちょっとずらすね。そういう感じでやればいいから、あの皆さんがこうなんて難しく考える必要がないっていうことですね。それで私ね、穴口さんのと見てたら、すごいこういろいろ知ってる方、知らない方もいるかもしれない、ほとんどの方知ってると思うんだけど、穴口さんはやっぱりビジネスとかスピリチュアルとか、そういうなんでそういう長らくそういう風にやってきたかっていうのは全部やっぱりこうハイヤーの力使ってんですよね。高次元のだから宇宙的に生きてきてたっていうのかな。やっぱりインスピレーションをキャッチしてそれを形にするみたいなことをずっとやってきてるみたいで、すごいなと思って。宇宙的なお仕事の仕方をしてたってことですね。で多分私はちょっと分かんないけど、ビジネスとかで成功してる人はやっぱハイヤーとか宇宙の力をものすごい使ってると思うんですよ。インスピレーションをキャッチしてそれを形にするみたいな。だからやっぱりリラックスしてんじゃん。安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になるのなんかは絶対ねやってるんだと思うんですよね。でだから私たちはいつもこの安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になるを意識的にやって、やっぱりそうするとインスピレーションっていうか、こうってなんかね思いつきが結構増えてくるんですよ。でいつも忙しくしてると私たちハイヤーからずれてるから、こうやってって思ったりとか、なんて言うんだろう、いつもの自分からずれてるから、いつも頭の思考で不安なこととかばっかり考えてるんですね。だけど自分自身がいつものペースだとすると、だから良くなるのが当たり前ですから、なんていうのかな、こういう感じでこうキャッチしていけばどん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 良くなっちゃう、良くなるのが当たり前だから良くなっちゃうっていう感じだし、結構自分がとんでもないところまでダイナミックにいっちゃうってことですね。そういう自分自身っていうのは潜在的にそういうものを持っているから、誰でもそんなことはできるし難しくないんですよ。だからそのあたりのところをこれからもお伝えしたいと思うんですけど、だから安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になるやってる時はハイヤーセルフそのものであるっていうことなんですね。あとはやっぱりこう潜在意識とハイヤーセルフっていうのはイコールであるっていうことをお伝えしたいかなと思います。チャネリングをした方が高次元とつながるようにするといいと思うんですよ。意図的にハイヤーセルフにつながるとかチャネリングとかもいいし、あとは例えばよくアルクトゥルスにつながったりとかしてるじゃないですか。これもチャネリングですし、神様にお願いするとかさ、そんなんでもいいと思うんだけど、神様とかはもちろん素晴らしい存在なんだけど、結構宇宙的な人たちは宇宙の星とかにつながった方がもうちょっとこうなんていうのかな、本来の自分が出やすいというか、今まではなかなかやっぱりつながれなかったんだと思うんだけど、皆さんはやっぱりもうつながれる地球になってると思うし、結構得意なのは宇宙の方が得意な方も多いと思うから、このチャンネル来てる方は結構そういう方多いと思うから、宇宙人とかにつながってみたりとか、宇宙の星につながってみたり、あとはその天使とかね、竜とかそういうのでもいいと思うんだけど、とにかくその目に見えない存在につながってみる。高次元、私たちの次元よりももうちょっと高い次元にいる、マスターとかね、イエス・キリストとかサナート・クマラとかいろいろいるじゃないですか。ジュアルクールとか、なんかジュアルクールってそうなんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、あとトートシンとか、とにかくそういう存在とかにつながってみると結構簡単につながれるんですね。だからこうつながるって思うと、なんとなくエネルギーが私たちが意図することによってその存在とこうマッチしちゃうんですよね。マッチしてつながるっていうなんかそういう風な世界なんですよ。簡単にできてるからそのあたりやっていただくといいんじゃないかと思います。とにかく本当にね、ハイヤーセルフにつながるっていうのが大事なんですよね。で、私は本当にハイヤーにつながって、だから本当に波動女子であり、波動波動とか言ってうるさい、もう口うるさいみたいな感じだけど、なんで波動波動言ってるかってハイヤーなんですよね。
波動はハイヤーセルフなんですよ。そう。だからそのハイヤーセルフで生きていけば、自分はもともとその高次元の存在でハイヤーセルフそのものなわけだから、それで生きていけばもううまくいっちゃう。うまくいかないっていうことをわざわざ体験しに来てるから逆走してたっていうことだから、おばさま、あどうもどうも、おばさま、おばさま、かな、私の手首に、ないね、ないない、ぽっちゃりいいでもな、このやっぱ腕輪がないのはね、化粧してないようなもんだからね、腕輪チェック入ってる。そういう感じだと思いますので、よかったら見てみてください。でとにかくみんな一人一人が、ハイヤーセルフそのものなんですよね。ハイヤーセルフそのものであって、それを使って生きていく時だから、意識的にやっていただくといいと思います。まあそんな感じかな。じゃあまた撮りたいと思います。ではでは。